部手作りはこだわってます。5月からおばんざいとかも始めて、で、おかんの料理っていうのを基本的にはイメージっていうか、おかんなんではい、おかんなんで、飲食店で美味しいのは当たり前で、その先一歩見た時に、なんかそのほっこりできる、お昼ちょっとランチできてほっこりできる感じが味わえたらっていうのは考えてやってますね。で、人のために作る料理をやっぱり考えてやってます。自分の子供に食べさす料理だったり、それがお客さんになると切り方一つにしてもやっぱり家とは違うんで、はい、そこは意識して綺麗に切ろうとか考えてます。この間ナスビ買いました。安いやつめっちゃ入ってる。2本ぐらい。でも私何個ずつやりますか？おにぎりは。まだ食べてないか。なんだ？今けどダメ。でも
早いから早くご飯食べたいって。あ、そうだ。なんでなんでよ。よく言われるのが、まあ握り場見てたら型抜きやんってよく言われるんですけど、型抜きでもやっぱりちょっと絶妙な力加減で握らないと崩壊してしまうんで、まあ、ふんわりは基本なんですけれども、そのまあ海苔を巻く工程でちょっと一工夫はさせてもらってます。握り方はみんなで考えてやってます。はい、こちらの方が作る工程見させていただいたら、こちらの方がなんか難しそうやなと思った。そうですね。多分こっちの方がその量とかもう本当みんな感覚をつかんでそれぞれやってるんで、多分家で握るよりはこっちの方が私も難しいとは思ってます。
梨4つです。澤野さん、お店に炊飯器って何台あるんですか4台あります。はい全部塩分だけですよ。塩分炊きです。一番象印さんの最高峰の塩分炊きが4つありまもう毎日フル稼働ですかよ。す。そうですね。一番多い時でお米何升ぐらい1日で炊かれるんですか。 6升ぐらいですかね。めっちゃ忙しい時で6升ぐらいかなと思ってます。すいません。天体様です。全然違いますね。見ててもわかんない。やっぱりおにぎりって海苔とお米と塩、この3つが多分とても重要なのかなと思うんですけど、この3つのこだわりを教えていただきたいんですけれども。まずお米については南堀江にあるガッツうまい米橋本さんのお米なんですけれども、おむすびに合うように調合ブレンドしていただいてます。買ってもらって、冷めても美味しいお米なんですよね。でミシュラン店さんにも食べてもらって、そしたらやっぱりこのお米は冷めてもいいとこが出てるねっていうの。あと海苔についてはいかがでしょうか。先ほどおにぎりはちょっと分厚くて、お弁当はちょっと薄くそうですねというのをお伺いしたいんですけど。海苔は東京の鈴木海苔店さんの海苔を使わせてもらってて、寿司海苔なんですけれども、うちのおむすびに合うように、はい海苔は使わせてもらってます。で海苔弁についてはまた別で箸が入れやすいとか、そういうのをまた相談してまた別で、はい海苔は別個にしてます。はい。
ただでさえ美味しそうなんですけど、いこんな大きな寸胴で作られてるのを見るとより美味しそうに見えますね。ねえ、なんか給食のおばちゃんみたいです。東京の佐野味噌さんっていうお味噌屋さんのお味噌をずっと使わせてもらってるんですけれども、まあ、合わせ味噌と赤味噌をまた混ぜてやってます。創業当時からこだわってるんで、お味噌が美味しいっていうお客さんがやっぱ多いですね。おにぎりと豚汁の店になってます1日20リットルちょい作って、これが2日で大体なくなる。これからの時期ですともっとペースが速くなりそそううで。なんですすよ。はい、筋トレします歩いてるゴミ。ミシュランのラクシンさんから水塩のレシピあげるからって言って、はい、教えてくださって、はいもうそのまま使わせていただいて、そうなんですね。はい、で吹きかけておにぎりにして、はい、やってます。の方がまんべんなくパラパラやったらやっぱりムラがムラどうしてが出ちゃうんで。宮原が3軒回ったりとか、これなんかいいよ。わざわざ買ってくるぐらいで。ある。いらっしゃいませ。髪の毛のことですから、朝見てあった。ありがとうございます。競輪選手だろ。俺も俺ご飯に軽い食べたらええねん。じゃあ
ミシュランテのシェフの方々の、考案された具材っていうのは、なんか限定とかですか？それからいつでも食べられるんですか？限定です。もうなくなり次第終了で、だいたい100食分はお作りいただいてる、はいので、だいたい月初から月の2週目ぐらいからスタートさせてもらってます。で、なくなり次第終了で。特に何か人気だったっていうようなものあるんですか？人気だったのは、ちょっとお店自体はこの8月に閉店されたんですけれども、奈良のあやめ池のラテラスイリゼさんの佐々木シェフの、グランサーモンのリエット、はい、あれはすっごい人気でした。あとはこの夏の、ハモ、はい、ハモと赤万願寺のおむすびもめちゃめちゃ人気で、はい。この店は特別だと、この店は名店だという、お店をご紹介いただきたいんですけれども、はい、宝泉寺横丁にある、まんまる食堂さん、中華屋さんなんですけれども、夫婦2人でやってて、はい、アットホームなで本格中華が食べれる、はい、美味しいお店です。おすすめってありますか？おすすめラーズージーが、ラーズージー、はい、美味しいです。辛いんですけど、癖になる。あとは麻婆豆腐も、はい、美味しいです。あと堺筋本町にあるコレクトンズさん、こちらのたこ焼き師が焼くたこ焼き、はい、抜群にお出汁もこだわってて美味しいです。いつも行かれると何を食べられるんですか？大体普通の、私ソース好きなんでソースのたこ焼きを